C'est énorme, je crois.
By the shore we walk so free, whispers of the salty breeze, footprints fade in calming sea, stars above bring quiet ease. On the swell carries dreams, moonlight's glow on silent streams, heartbeats sync with ocean's call. In your arms I find it all. Palm trees sway in nighttime's grace, rhythms pulse like
私のお気に入りを紹介した動画いかがでしたでしょうか。私今回フィリップ・ベルというショコラテに行ってきたんですけれども、これには理由がありまして、先日日本のサロンでショコラの紹介を女優の田中みな実さんがしているされているのを偶然目にしたんですね、その YouTube で。でその動画の最初の方で田中みな実さんがフィリップ・ベルさんのチョコレートがとても美味しいっていうのをおっしゃっていて、で私それを聞いた時にどっかで聞いた名前だなとかって思って、どこで聞いたんだろうって思ったんですよ。そしたらなんていうことはない私の家のすぐ近くにあるショコラティエだったんですね。もう去年まで毎朝出勤のたんびにフィリップ・ベルさんのショコラティエの前を通っていたんですけれども、でただフランスに住んでるとあんまり高級ショコラティエって縁がないので、1年に1回食べるか食べないかみたいな感じなので、一度だけショーウィンドウを覗いてなんか高いなって思って、で私にはあんまり縁がないチョコレートだなとかって思って、それっきりショーウィンドウを見るっていうこともなかったんですけれど、今回せっかく家のすぐ近くですし、これを機会にと思ってフィリップ・ベルさんのチョコレートをちょっと買ってみました。それで動画にしてみようと思って、でせっかくだったらもう皆さんとシェアできたらよかったんですけれど、チョコレートもそれは無理なので私が一人でいただきます。はい、ということでそんな話もありつつ、今回お気に入りとあと物の選び方みたいなテーマにしてみたんですけれど、最近のフランスって割とメイドインフランスに力を入れていたりとか、あと地元のクリエイターさんをすごい応援するようなポップアップストアがすごく多くって、でそういうクリエイターさんたちはすごく例えば環境にすごい配慮した制作方法とか、なんかそういう製造過程がすごいクリアですごい良くてみたいな、そういう商品をすごく作っていらっしゃって、で私も何気なく入ったお店で何気なく素敵だなって思って手に取った商品がそういうコンセプトの商品だったりするっていうこともすごく多かったので、だんだん物ってこう手に取ったそのもの自体じゃなくって、その製造過程にどういうふうに作られてるのかな、どういうルートをたどってここに来たのかなっていうのを意識するっていうのもすごく大事なんだなって思って、すごい心がけるようになって、で難しいんですけれど日々勉強しつつっていうこう見聞を深めてるというか、この商品ってどんな風にしてできたんだろうなっていう目線でもう物を見るようになってきていて、なのですごい大事なことかなって思うんですよね。やっぱり物を製造する過程ってちょっとあんまりハッピーではない状態で働かなきゃいけない労働者の方がいたりとか、そういうこともあったりするじゃないですか。なので購入者もそれがどういうふうにできてるのかなっていうことも少し考えてみるってすごい自分もあと自分の周りの人間もなんか幸せに生きれるようななんか世界を作るのに重要なのかなって思って、今回はそれを皆さんとシェアしたいと思ってこうやって喋っています。
ではいでそのものの話はまあこんな感じで、実はジョイスチャンネルをずっと見ていただいている方はきっと気づかれたのかなって思うんですけれど、1月から自分の中で勝手にジョイスチャンネルリニューアルみたいなさらに皆さんに、視聴者の皆さんに楽しんでいただけるような動画作りをと思って少し変えてみたところがあって、その一つが BGM で今まではずっと私のピアノ曲を使っていたんですけれども、やっぱりそれだとちょっと単調になっちゃうなって思ったので、最近私は AI を使った楽曲制作というのを、遊びでやっていたらそんなに悪くない曲がたくさんできてきたので、それを BGM にさせていただいたりとか、あとは外の Vlog を少し多くしてみて、皆さんに外のフランスも楽しんでいただけるようにとか、はい、そんな感じで実はジョイスチャンネル勝手にリニューアルって自分の中で言って、はい、改善していってるんですけれど、でそのもう一つにこうやって月に1回ぐらいねおしゃべりのできるようななんか機会も作れたらなと思って、思っています。喋るのはなかなか難しいんですけれど、毎回今回喋ろうかなって思うんですけれど、動画作り終わった後に今回はいいやってずっとなっちゃって去年の終わり頃から12月ぐらいから喋ろうと思いつつなかなか実現できなかったんですけれど、月に1回ぐらいいろいろこう喋って意見とか思うこととかそういうことを皆さんとシェアできたらいいなって思っています。はい、ということで動画のご視聴最後までありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。